ちは、生旅です。今回は、はい、アドレスの新プランについてです。はい、僕たちは2022年の4月からアドレスっていうサブスクサービスを使って日本一周をしている夫婦なんですけど、なんでもうかれこれ6ヶ月はこのアドレスを利用してきました。すごく満足できるサービスで、動画内でもおすすめしていたんですが、なんかメリットデメリットの動画を僕らも上げさせていただいたんですけど、2022年6月30日に新プランが出たんだよね。そう、メリットデメリットの動画を上げて、その日に新しい新プランが出ちゃったから、そう前回不完全だったんだよね。はい、なんで今この動画を撮っています。撮っております。どうですか、冬さん、この新プランは率直な感想。率直な感想、今まで使っていたユーザー目線からすると、ちょっと使いづらくなってしまったようなただ、アドレスをこれから始めようか検討している方にとってはすごいいいプランだったと思います。なるほどね。じゃあいいか悪いかで言うとどっちなの？4655難しいね。なるほどね、半々みたいな感じっていうのも、新しい新プランが出た時に、アドレスの新しい新ルールもできたんですけど、それによってちょっと予約が取りづらくなってしまいました。取りづらくなったね。ただその悪いことばっかりじゃなくて、その新ルールのおかげで、今まで予約でいっぱいだった人気拠点の予約が取れるようになったから、なったこともあるね。55です。55確かになんか本当に今回のプランは、難しくて一言で悪いってわけじゃなくてね、いろんなものによって悪い時もあればいい時もあるから、人のどういう使い方をするかにもよると思うので、ぜひちょっと動画見てる人もオープニングでこう判断するんじゃなくて、ちょっとね最後までぜひ見てから判断していただきたい。特にアドレス始めようか迷ってる方、見ていただければ嬉しいです。見ていただきたいです。ユーザー目線のね、話を。で今回ちょっと複雑なんで、こんな感じの流れで動画をお送りします。はい、それでは早速1つ目、そもそもアドレスが何なのかっていうことなんですけど、冬さん。はい、カンニングします。月額44,000円で、全国の古民家などに住み放題のサブスクリプションサービスのことです。で、この44,000円の中には、光熱費だったり Wi-Fi 代とかも含まれていて、敷金、年金などもかかりません。素晴らしい。あと詳細はこちらをご覧ください。こちらご覧ください。もう今まで6ヶ月間利用したんですけど、安すぎだよね。2人でこの価格っていうのが本当に助かってます。本当に助かってます。しかもなんか安いだけじゃなくて、なんか古民家って言ってたんですけど、結構綺麗な拠点とか、あとホテル拠点とかも、こんなとこ泊まっていいのってちょっとこっちが申し訳なくなっちゃうくらい。なんで普通のホテルもあるので、その辺も考えてもすごいリーズナブル。すごい助かってます。助かるサービス。ただ、同伴者っていう形で使う時には、拠点によるんですけど、1回1,000円だったり、あと1日1,000円っていうのもあるので、3泊が1回1,000円と3泊で1,000円1,000円1,000円みたいな。その辺はちょっと予約時ちゃんとチェックしてます。拠点によってかかることがでぐらい。ただそれを差し引いても安すぎる料金設定で、日本一周で使っている私たちにとってはとてもありがたいサービスになります。っていうのがアドレスの説明かな。2つ目は3つのプランの紹介ってことなんですけど、今までアドレスは1つしかプランなかった。シンプルに1つだけなんですけど、分かりやすかったんですけど、それから2つ追加されたような形になってます。1つ目がお試しプランで、基本のプラン、たっぷりプラン、それぞれの違いをまとめるとこんな感じです。こんな感じです。比較を出してみたんですけど、複雑でこれ分かりづらいよね。分かりづらいんですけど、今回の新プランのキーワードは予約制限になります。これが導入されてから結構アドレスの予約が複雑になってきました。ちょっと難しくなりました。ということで、そんな予約制限、複雑な予約制限なんですけど、予約制限の説明の前に従来のアドレスの予約の仕方をしてもらうとどう複雑になったか分かるんで、そちらから行ってみようと思います。ということで
3つ目は従来の予約の仕方を順に説明します。はい、アドレスの予約の仕方はまあ大きく分けて2つ知ってもらえば大体分かって、まず1つ目がアドレスの会員は、まあ、14枚の予約チケットを持ってます。でこのチケットを1枚消費して、もしその拠点がその日が空いてたら予約をできます。1枚消費して1日予約なので、例えば3泊4日する場合3枚のチケットを消費して予約します。予約します。3枚のチケットを使って予約をするので、残りは11枚になります。はい、っていう形です。あと覚えること2つ目は、その拠点に滞在して予約を消化するとチケットが1枚戻ります。なので先ほどの例で言うと、2日目の朝には自分また1枚戻ってくる。はい、3泊4日のね、2日目の朝にはもう1日泊まった予約チケットが戻ってきます。はい、まあ、正確にはその1日目の夜24時の段階でチケットが増える。そうだね。でその時間から新しい予約ができるっていう形です。まあ、大体こう、まあ大まかに言うとこんな感じです。はい、なんでアドレスの会員はこの14枚のチケットを駆使して、空いてない、みたいな3泊4日取りたい、空いてないみたいな感じをこうやりくりしてね。私たちは毎日使いたいので、あまり先の予約をね、すると戻ってこなくなっちゃうんで、そこら辺のやりりが予約と空きと持ってる枚数のこの調整が難しいところです。っていう感じです。他にも細かいルールがあるんですけど、まあこんな感じで細かいルールがあります。はい、まあ、このルールはまあ要するに同じ拠点に居続けることは難しいよとか、直前に変更はヤモリさん、そのお家を管理する人、ヤモリさんって言うんですけど、オーナーさんみたいな感じの、その人は困るんで直前の変更はできないよっていう、そんな感じのルールです。ということでこれが従来予約です。で4つ目は予約制限についてです。はい、新プランと同時に全ての拠点に予約制限ありと予約制限なしの拠点っていうこういうレッテルが貼られました。さらに私たちが持っている予約チケット14枚も、どこでもチケット7枚、普通のチケット7枚っていう風に分けられました。分けられました。で、まあ名前を聞けば、まあ、なんとなく分かると思うんですけど、予約制限ありの拠点っていうのはどこでもチケットでしか予約できないです。で、予約制限なしの拠点は、普通のチケットでもどこでもチケットでもどちらでも予約できます。まあ、だから予約制限ありとどこでもチケットが、まあ、レアチケット、レアなイメージです。ちなみに、予約制限ありの拠点は、人気の拠点とか新しい拠点になっています。でなんで予約制限がついたかというと、アドレス公式の説明によると、1人の人が長期にわたって人気拠点をこう抑えるのを防いで、なるべく多くの人に利用してもらいたいっていうことで予約制限を設けたそうです。はい、素晴らしい。まあ、今までは14枚のチケット全部俺やってこうホテル拠点みたいないい拠点に予約できたんですけど、これからはどこでもチケットは7枚しかないんで、まあ一気に最大7日しか予約できないって感じになって、多くの人がね、来やすくなりました。ありました。はい、ということで5番目、改めて新プラン見ていきます。新プランの表を改めて見るとこんな感じなんですけど、まあ大体説明したから、まあ、なんとなく見れば分かるところもあると思うんですけど、あともう一つ最初には説明しなかった追加オプションっていうのがあって、どこでもチケットオプションっていうのがあります。お金を払えば普通のチケットからどこでもチケットに変えられますよっていうオプションもあります。あります。ってことが、まあ新しい内容かな。まあ基本のプラン使ってる僕たちにとってはオプションも新プランも向かい風なプランですね。はい、まあ基本のプランは従来のプランと一緒なんで、新しい2つのプランをちょっと詳しく見ていきます。まずお試しプランについてなんですけど、こちらはこれは素晴らしい。これは新たにアドレスを検討している方にはいいプランだよね。いいプランだよ。今までは、最低利用期間っていうのが90日っていう決まりが、重い縛りがあったんですけど、お試しプランは最低利用期間が30日、1ヶ月でお試しでできるっていうのがすごいいいよね。これめちゃくちゃいいよね。そう、今まではそのアドレスのちょっと悪い口コミで
で、その90日っていう縛りが大変っていう口コミがあって、まあ、仕事の都合だったり、その実際アドレスを使ってみて、合わなかったっていう人が、そのやめられないっていうのがちょっと口コミにあったんですけど、まあ、そういった意見をね多分意見を聞いてくださって、その新プランが創設されたと思うんですけど、まあ、5万5千ってねちょっと高くなっちゃうけど、まあいいよね。いやありがたい、これ本当にありがたい。5万5千で値上がりしたっていう風に感じちゃうんだけど、いやもうこれはもう値下がりっていうかだから本当だったら90日で、毎月4万4千円得られるはずだったんで、3かけて13万2千円が、アドレス登録した人がいると発生するはずなんだけど、その30日で解約できるわけだから5万5千円でお試しでいいよっていうのは結構攻めたプラン。そうだね。サブスクサービスの中では攻めたプラン。ユーザーの意見を組んでくださった。これ本当にありがたい。たった1万1000円で。そうだね。3ヶ月確定で得られるはずなのにっていうプランがお試しプランで、もう一つたっぷりプランなんですけど、たっぷりプランはこれはもう予約チケットが倍になったっていう、これまずいっすもう俺たちにとってはまずい大変なプランで、具体的に言うと、どこでもチケットが14日、で普通のチケットが17枚っていう、恐ろしいプランです恐ろしいね。恐ろしいプランです。俺たちもまだまだその普通のプランで全然生活できてるんですけど、今後たっぷりプランとか、あとはさっき話したオプションチケットが増えていくと、アドレスで生活しづらくなるかもしれない。取りづらくなりそうですね。とはいえそのアドレスはもともとはすごいリーズナブルなプランだったので全く文句はない。全然もっと値上がりしてもしょうがないんじゃないかなっていう。してほしくはないですそうしょうがない。オプションとかプランが変わるっていうのは全然しょうがないかなとは感じてます。これからたっぷりプランをね、使う人がどれだけ増えるかはちょっとチェックして、チェックっていうかね、そうだね、会員さんに会うために聞いてみよう何プランですかで、あと僕たちなりに考えたその新規の方へのおすすめのプラン、ちょっと考えてきたんですけど、新規の方はお試しプランか基本のプランで入った方がいいですね。ちょっと不安があるんだったらお試しプラン、最初から合うだろうっていう予測があったなら基本のプランで入った方が安いと思います。たっぷりプランへはいつでも移行できるので、まずはねそのどちらかでいいと思います。で、あとは無料で会員登録ができて、会員登録をすると全部の拠点の予約制限ありとかなしとかが分かるんで、自分の利用する地域で予約制限ありがどんぐらいあるのかなっていうのは見てから入った方がいいと思います。そうだね、そこがすごい重要で、お試しプランのどこでもチケットは3枚しかないので、その使いたい拠点のが予約制限ありだと、多分足りないくなると思うのでちょっと注意してみてください。ってところが新プランかな。ってことで次は6個目なんですけど、実際予約はできるのかってことなんですけど、どうなんですか、藤さん実際、予約が取りづらい地域ができてしまいました。私たちは新プランになって1ヶ月半くらい最近の間に静岡、名古屋、三重、岐阜、福井、京都、大阪を予約してみたんですけど、大体は予約できたんですけど、予約が取れなくて5日間だけ予約が取れなくて車中泊をしています。そうだったね。愛知じゃなくて名古屋だけ名古屋なのねどうでもいいけどそうだね、5日間だけ予約取れなかったね。今言ったところをちょっと振り返ってみると分かるんですけど、京都とか大阪とかはやっぱ結構観光地、人気の観光地、だし都市だし栄えてるから、そういう意味で本当に地域によってなんだよね、この取りづらいっていうのは。そうだね。そういう都市とか観光地は予約制限はありの方が多い傾向にあるかなっていう風な印象はあります。でも私たち車中泊の選択肢あってよかったよね。本当によかった。それがないと、予約取れない時にホテル泊まったり、わざわざ遠くの空いてる拠点まで1時間2時間かけて行ったりしなきゃいけないので、いけないから、その点良かったよね。良かったと思います。あとは
ちなみになんですけど、予約制限がある拠点がどれくらいあるかっていうと、現状は、予約制限がない拠点が137、予約制限ある拠点は55です。予約制限あるとこないんだね。そう意外と少ないからまだ全然大丈夫なんだけど、ただこの数字は、大人2人で検索した時の数字です。なんか大人1人でもね、ドミトリー拠点とかがあって、それだと僕らは予約できないから今回調べてなかったんですけど、私たちは個室っていう感じで調べてるので、はい、なんで大人1人だと137拠点よりもうちょっと増えたりします、両方と。でも大体こんなもんかな、割合は。なんで予約できるかっていうと、地域によって予約しづらいところもあるぐらいです。そうなんです。はい、以上です。最後に今回の新プランを総合して、私たちはアドレスを続けていくかというと、現状維持です。現状維持です。これからも僕たちは基本のプランを使ってアドレスで日本一周をしていきます。予約を取れないこともあったけど、はいあったけど、やっぱりそのアドレスを続けていきたいっていうのは予約だけじゃなくて、アドレスに魅力があって、そのアドレスが掲げてる目標にいっぱいあるんですけど、大まかにその全国創生、地方創生じゃなくて全国を創生することとか、あとは都市と地方に行き交う人を増やして人口をシェアしていくっていうのがあるんだよね。そう、どっちかによるんじゃなくて、行き交う人を増やせばどっちも人口増えるじゃん、ってことあったりとか、あとはその泊まり放題のサービスじゃなくて住み放題のサービスなんだよ。住む、やっぱその地方に貴族意識を持たせる、つながりを持たせたいっていう願いがあるんだけど、本当アドレスすごくて、もうなんかその目標を実行してるというか実現できてるんだよ。各拠点の、そのヤモリさん、オーナーさんや会員さんがすごい気さくに話しかけてくれて、地域のことを教えてくれたり、おすすめの場所、スポットとか名物を教えてもらったりして、その普段旅してるのとはまた違う、その魅力があるっていうか、ホテル、普段やっぱホテルとか旅行とはまた違うね、良さがすごいあるので、そこがアドレスの魅力です。本当にそういう人も、もちろんね、そればかりじゃないけどさ、そういう人もいてくださって、そういう人もいるっていうことなんですけど、本当にだからアドレスは今後も続けていきたいです。正直アドレスなかったらね、知らない人に話しかけるのは結構ハードルが結構苦手だから、もちろん嬉しいんだけど、ちょっと自分からはね、なかなかなんで続けていこうと思います。じゃあ最後に今回ちょっとややこしい説明になってしまったので、申し訳ない。新プラン後のアドレスの話をまとめていきます。はい、じゃあまとめ1 1つ目が、地域によって予約が取りづらいし逆に取りやすいこともある。そうだね、これはもう本当地域によるので、自分が利用したいって思う地域はよく確認が必要です。で2つ目が、新プランは2つ追加されました。新規にいいプランができたのと、あとはチケットが増えるプランができました。でチケットが増えるプランは、まだいらないと僕たちは思っていて、基本のプランで良さそうです。そうだね、今のところはそうなんですけど、いずれたっぷりプランを使う人が増えたり、予約制限の拠点が一気にガーンって上がっちゃったりすると、またそこは検討で、3つ目、新しくアドレスに入る人は無料登録で自分が利用する地域の予約情報をよく見た方がいいです。その通りです。はい、で最後、とりあえず僕たちは現状の基本のプランでまだ問題ないです。相変わらずアドレスは44,000円のプランで使えるリーズナブルで価値のあるサービスだと僕たちは思っています。ただこれも全て、他の会員さんの動向にもよるので、また状況が変わったらお伝えしていこうと思います。状況が変わったらすぐやめるかもしれない。ごめんなさい。はい、以上かな。はい、以上がアドレスの新プランの説明でした。これからも僕たちは、アドレスとか日本一周の実情とか旅の様子を発信していきますので、ぜひぜひチャンネル登録をしていただいて、お待ちいただけると私も嬉しいです。頑張っていきます。いいかな。それじゃあ。